やっぱり雷神でしかできないじゃないですか。正人キッドみたいなあの時代からもうないじゃないですか。それがやっぱりねまた新しい形でね、できるっていうのはやっぱすごいことだとは思ってますけどね。どこでこう勇気を持って前に出れるかっていう、そういうことが重要な試合になると思います。漫画みたいな試合ですよね。漫画そうですね、自分的にもなんか相手の先の先の先を読むとか、そんぐらい頭使わないと戦えない試合だと思いますね。お互い早いんで、みんなお客さんがシーンとしてすごい見ると思いますよ。どうなるんだろう。そうですね。で一発入ったらボカーン会場湧くんじゃないですか。左フック。地面の直撃。そんなに僕1試合見たくなかったですか。そうですね、見たかったなとも思いますけど、でも見ないでやる方が面白いじゃないですか。面白い。はい、こうお客さんのワクワク感だったり幻想だったり、天心君自身も楽しそうですよね。楽しいですよね。話してても今も楽しいですもん。フィジカル差はだいぶあると思います。前回の大井久保さんとやった時の試合とか見ても、自分は総合の練習週1でやってるんですけど、こうすると相手顎上がるから、そしたらこの手そのままそっち行かない、そっち行かない、足取られるから、大木久保さんが勝って思っちゃったんで、ラウンドの長さとともにポイントになるのが、組んでの投げ、1回だと許されるとかあるじゃないですか、キックで、そこってどういうふうに捉えてます？だから腰は相当強いと思いますし。危なくないですか？危ないと思いますよ。前回ね、中村栄作も結構苦し紛れにそうですね、やってきましたね。やってきたじゃないですか。そういう削られ方される可能性ありますよね。そこを今強くする練習をずっとやってるんで。父親からもそうですし、トレーナーからも大したことないよみたいな言うほど違うぞみたいな。堀口選手のことを大きく見過ぎてたのかなっていう。多分世間では堀口君が勝つんだったら1ラウンドで天心を倒すだろうっていう感覚だとは思うんですよ。一発の選手なんでね。距離測られないうちにもうドーンいっても当たれば倒れる。僕は当たらないと思いますよ。逆にこっちが当ててその一発で切ってやることは可能ですよ。弱点も見つかりましたし、そういう時にポツンって当てれれば、揺れるんじゃないかなっていう。そんな打たれてない。あとはグローブの違いはでかいでしょうね。スパーリングでもうすごいでかいやつでいつもやってるんで、そこは全く気にしないですね。多少やっぱ違いますよ。でもいい意味ではやっぱブロックできますからね。これでパッドでそうこうやって入ってこない。
キックでは全然もらわないじゃないですか。でもところがその相手が MMA ファイターになった瞬間にやっぱり飛び込んできたりとかする打撃に対して反応できなくてもらったりすることもあるんで、そういう飛び込みとかの専門なんで自分は。MMA ファイターはキックの選手より遠いですけど、やっぱそれよりさらに遠いですね自分は。いや、もともと MMA って遠いんですよ。で、その距離からドーンと入るスピードが速い。もうそこで一発を狙ってくる。だからその距離感だけですよね。ただそれを彼は多分見れるんで、見れて自分の距離にしてしまえば、多分向こうは来ると思いますよ。相手の空間に入らないようにじわじわ詰めて、あれさっきまでは遠かったのにあれ次近いとか、相手がこうびっくりするような瞬間移動じゃないですけど、そういった感じです。瞬間移動、すごいこと言うな。いやいや、だからそういうイメージですね。相手からしてみれば。どう思いますか、このカードについては。僕は天心君が勝つかなと思いますけど、でも堀口選手のいざ立ち技でやってみたらどうなのかっていう風な楽しみは結構ありますね。平選手からしても、大晦日、もしかしたら戦うかもしれない相手っていうことで。そうですね、はい。ガードをすごいしたんですよ。普段絶対しないじゃないですか。その避けて打つっていうよりもブロックして打つっていう方が多分使えるんですかね。多分そう考えてますね。逆に距離潰しちゃったのがいいと思うね。多分近い距離あんま慣れてないじゃん。そうですね、掴むからね。心身はそっちの考えですよね。バーンでローキックとか出しておいて見せておいてっていう感じだと思うんですね。ローとか見せておけばハイキックとかも当たりやすくなるし、さっき言ったように近い距離っていうのが多分慣れてないんで、バーって近い距離で打ってからそこから遠い膝で変則的に打てば当たりやすいって考えてますかね。堀口選手からしたらこう来たのにこうやって合わせようとしたとこにボーンって蹴られるって感じなんで。プロが見ると分かんないです。僕は何やってるんですか。フィニッシュブロー、必殺技を用意して一試合一試合やるみたいなことが多いですよね。やっぱり倒さなくちゃ意味がないじゃないですか。やっぱり倒せるものを当てる前提のものを作って倒すんですよ。だからそれをフィニッシュブローって言うんですけど、だからその一発を狙うんじゃなくて、その一発を狙うための動きをしっかり練習をしてそれを持っていく。練習してましたね。ずっとやってましたよ。これは走り込んだと蹴りのフィニッシュブローなのか、それからパンチのフィニッシュブローなのかで、それによってこう攻撃が変わるんですよ。やっぱり当てはまれば一発でいきます。以上ですね。
この時はもう走るしかないと思いました。今立ち上がります。あとまだ1分あんだ。まだあります。まだ時間は1分10秒。さあ飛び込んできた。でもそれが入ったり入らなかったりするじゃないですか。ああ、はいはい。それは意味があるんですか。次に繋がるじゃないですか。それ使えなくてもそれ作ってたのやっと3戦目に出たとか。なるほど。でそうするとスキルがもう上がってるんですよ、必然的に。それは築き上げてきたものが失われるリスクもあるじゃないですか。いや全くそんなの関係ないですよ。別に負けることを恐れてねやってないんで、やっぱ強さを求めてね僕らはやっぱり生きてる。堀口選手だからこそ入る技だなっていうのは思いますね。具体的に言ってもらっていいですか。1分で終わるかもしれないですし、それは本当に分かんないですよ。判定までいったら彼が強いってことですよ、堀口が。見たことないですよ。那須川君蹴りパターンじゃないんで、見てるとやっぱパンチが得意なタイプなんで、詰めてきて得意の左ストレートとかをどうに当てるかっていうのを考えてくると思います。でも距離遠いですからね、自分の方がひょいんって逃げられちゃうじゃないですか。近い距離でやるってことは別に問題なしって感じですか。ああ、全然問題ないです、それは。はい。格闘家は守りに入ったらダメだと思うんで。じゃあもう今ゲームプランとかできてるみたいなところですか。そうですね、もうできてます。相手の先の先の先を読むと。見てる人分かんないです。いや、分かんないですよ。分かんないです。対応力はまあ自分も堀口さんもあるんで、試合中にレベルが上がる試合なんです多分。お客さんがシーンとしてすごい見ると思いますよ。やりたいやつはやりたいし、やりたいところでやりたいし、自分の思うようにやりたいなと思って。本当天才というか、誰が見ても今多分一番日本だったら名前もあると思うし、はい。ワンデーナイトトーナメントを実施するんですけれども、天心選手の相手プロアマ問いません。
本当モチベーションが下がったりすることもあったし、いろいろ考える時もありましたね。はい。僕は本当自分が良くなりたいっていうより、今回いろいろあって、それでも信じてついてきてくれてるみんなのためにいい場所を用意したいなっていうのは。面倒見がすごいいいというか何でもしてくれるっていうか、はい、本当助かれてますね。はい、自分のやる仕事は今そのタイガーのためにやることなのかなって思ったり、はい、タイガー VS 原口健人。そういったあたりでは原口まだまだ若い中でこの試合の中で変えるっていうのは素晴らしいですね。天心君と堀口選手試合しますけど、今回、ちゃんと KO して、周りが見たいって思うような勝ち方して、はい、自分もいるぞっていうのをしっかり見せないと意味ないんじゃないかなって。ポスターとかでも映ってないんでちょっと悔しいですねちょっとなめんなよっていうのを見せたいですね。どっちに勝ってほしいみたいなところはあるんですか？それは自分は天心君に勝ってもらって、その後自分が倒してやりたいなと思います。たくさんの選手が揃ってる中で1番を取った男と、そして一番強いって言われてる天心と、そこでやったらどういう試合が生まれるのかっていうのをみんなに楽しみにしててもらいたいですね。はい、MMA を見に来てる人からしたらキックいらねえよって思うかもしれないですけど、試合でキックも面白いなっていうのを見せないと。はい、身近にいる強い相手が今日練習するっていうだけで別に減点とかいうことはないです。そうですやっぱり緊張があっていいです。初めてじゃないですか、その雷神で兄弟で揃って出るみたいな。前段階では結構あのカードが騒がれてるところあるじゃないですか。いや、そんな面白いって感じですけどね。試合は俺らの方が絶対面白い。終わってみれば分かるよって感じですかね。上からまとめていく朝倉、顎がある。そうですね、喧嘩、無敗だったんですけど、兄貴が先に格闘技やってて、俺を2番に呼び出して、でいきなり全力で殴りかかってきたんですけど、もう本当に失神させてやろうかなと思って殴ったんですけど、意外と目が良くて、でパンチとか蹴りを全部避けれたんですよ。僕が最初に雷神出て、前回兄貴も雷神出て勝って、こうスイッチする間に高坂さん、日置としてはどうすればいいんでしょうか。日置選手としては、これもテイクダウンも狙いながら、上からまとめていく朝倉に来る。やっと2人雷神のリングに揃ったなっていう、ここからがもうスタートだと思うんで。対戦相手の日置選手、今日リスクしかないような僕と対戦してくれて本当にありがとうございました。
かりやってたので、それを何かに活かせたらと思ってこちらの道にね進めたことはすごい嬉しく思いますね。夢ですか？そうです。まあ本当に来人に2人で出れたらいいなと思います。対戦相手は明大出身の選手で、また影響かなり強いと思うんですけど。トップロインタイガームエタイ。間違いなく噛み合いますよ。いや強いと思いますよ。もう本当に強いと思います。だからやる意味があると思うし、まあそういう選手にもう勝って俺本物になりたいと思います。いやーなんか断られてるみたいですね。やっぱりもうあの試合を見て日本人とかなかなか受けてくれる人いないですか？情けないなっていう、戦績を気にして自分の勝てる相手しか選ばないやつが多いんですよね。で今回それでいろいろ断られて回ってきた相手が、非常に地味だけど、でも強いんですよね。普通に強いと思いますよ。あれは全試合1ラウンドで KO してるんで。なんかピストルみたいなパンチ打つんですよね。こう一発当たったら終わりみたいな。まあでもそういうなんかスリルが好きなんで僕は。ピストルとは戦ったことあります？ピストルのこれ使ってもいいんですか？大丈夫ですかね？ダメと思いますよ。ダメですか？はい。俺たちは2人とも必ず面白い試合をするっていう自信があるんで。死を覚悟した瞬間っていうのはこの人生の中で何度もあるので、まあ、そこはなんか覚悟はできてますね。Time leaves marks on all of us. Well, I made so many times in my career plans, so let's talk about next. You never know what will happen, you know. In my age, I told many times in MMA any fight could be the last one, you know. But well, I broke my ACL from the last training on the preparation for Roy Nelson, and I take it, the whole situation, like a soldier, and I had to return. I had to recover as soon as possible because of my everyday life. I don't want to stay in the bed for 6-7 months and cry. You know, I just need to recover. It has nothing to do with fights, you know. I had a surgery 2 days later, and but I recovered very fast, much faster than anybody could expect it, you know. Maybe I would say that right now I'm more dangerous now than I was in Pride days. Maybe I'm not so fast like in Pride days, but when I compare myself with Pride days, with my prime, as people like to say, even I don't agree with that, I'm physically stronger and I have better confidence. I believe I'm a better fighter today. How am I going to do it? My opponent is 12 years younger, but it means nothing. You know, my cardio is great and my shape, I'm in a top shape, and years means nothing in my case.
I can't tell you his game plan. I don't know. Most likely he'll try to exchange punches with me, boxing, but I believe it will be hard for him. Dear fans, I'm so happy that I'm coming back to Saitama Super Arena after serious injury I had, and I hope you'll all come to support me and to enjoy the fight. Thank you. このゲームの名前は何ですか？にゃんこ大戦争ですね。昔やってましたね。好きだったっすよ。これ今また熱いんですよね。いろんなコラボとかしてますもんね。ちっちゃいキャラいっぱいいるんですけど、ちっちゃいキャラを出すちょこちょこで出すのか、それがもう大きいキャラでドンっていくのかっていう戦略ですよね。頭使わないと。お互い送り込んでそれを倒し合うゲームなんですけど。おお、すげえ、なんだこれ。なんか小林幸子みたいなの。そうですね、自分の入場みたいな。あれ小林幸子か。いやいやいや、違いますけど。あ、これ勝ちっすよ、勝ち。強いの出てこないよね。うわあ、そっか。やばいやばいやばい。これ勝てんのかな。ちょっと怖くなってきた。おお、勝った。あ、もういけるもういける。はい、勝った。自分ゲーム好きっすね、本当。いつかなんかゲームになりたいんですよね。いつかなんかゲームになりたいんですよね。何言ってるか分かんない。これを見たゲーム関係の皆さん、ぜひゲームに出してください。